これはあれですかアクションアクション、段取りをつけて、ある程度流して撮ったんですか？それとも、ですです。最初にね、こういう形でこうやるから、こういうふうな角度になるからとかね、中島さんえが全部説明しー、て、えで、僕はもうそれついていくだけですよはい、ね。で、だからそれ用のカメラが位置について、何台もね。はい。で、こう全体的に撮っうて、ん。そういう形ですね。段取りずつ、ここでワンカット、ここでワンカットっていうよりは、ある程度アクションですから、やっぱり、やって、つなげて、流やって。して撮ってという。ちなみにまあ基本的な質問なんですけど、古谷さんがウルトラマンになった時に、それぞれ、今回はこういう台本を渡されたりはするんですか？もちろんしてますよ。台そう本ですよね。もらってますよ。はい。もう、それはケムール人も、ラゴンも。はい。台本はね、要するに、本編のストーリーを見るための台本でうーね、要すん。るに特撮の台本っていうのは、ここで、戦ってとかね、ここで、ウルトラマンは空を飛ぶとかね、うーん。そんなのしかないんですよ、だから。あんまりこと内容細かくがないんです、は決まってない内容。うん。ですもんね。ただ一応やっぱり全部台本は毎回いただいいたて、だいて、そのストーリー、うん、本編のストーリーを、うん、要するにウルトラマンが最後の3分間戦うためのストーリーがあるわけじゃないですか。やっぱりそれをちゃんと把それを理解しない握。と、そうですよウルトラね。マンがうん。どういうふうな演技をしていいかわからない。そうですよね。だから、えー特撮用の台本はないんですようーね。ん。もうその場その場ですよそうでね。すよね。うん。ウルトラ Q の頃は的場さんなんかこのコンテを書いたりもされてましたけど、ああ、ウルトラマンの時は、ないですね。僕はそんな見てないですね。うん、で、もう高野さんがやってましたけどね。高野さんは割と自コンテ派でしたよね。そうです、そうです。割と高野さんは台本にこのそうです。自コンテみたいな形でそうです。カット割りを書いてそうです。らっしゃいましたよね。だから、高野選手、高野さんしかいないわけですから、高野さえんがこうだ、ああだっうていうよりん。しょうがないわけですよね。だから、絵でね、どうのこうのっていうのはなかったです、うあんまり。ん。あれですか、じゃあこのネロンガでまず本格的な怪獣格闘シーンを撮るわけですけど、そうですね。やっぱりね、僕が今、もう、鮮烈に残ってるのはやっぱり大先輩のね、え中島春夫さんのミスターゴジラ。ね、世界でえはもう今ミスターゴジラでそうですよ通って、ね。あの、アメリカにね、一緒にサイン会とかトークショーに行ってもやっぱり絶大な人気ですね。えゴジラは中島春夫っうていう、ん。そういう形でアメリカのファンの方たち見てますからね。えその方と一緒にネロンガを戦った。うネロンガとん。一緒に映像になったというね、それが一つ。これはやっぱりすごいことだなと思いましたね。だからまた、の、中島先輩は本編じゃ、別に映画じゃなくてもね、テえレビでも力抜かないで、やっえぱりテレビ用の動きをしてたっうていうのが一ん。つでうすね。ん。だからそういう意味ではね、やっぱり世界にどんどん行く先輩のね、あの、勉強をやっぱりね、かなりしてましたね。またテレビと映画とでは違いますからね、あれは。フレームも違えば、やっぱり撮り方も、はい。ステージの大きさも違う。その中で、いかに効果的にそうです。格闘を見せるかっていうのは、そうですね。で、はい。要するに、ここでこういうふうに投げろと。うん。力いらないと。え俺が投げてあげる。要するに俺が投げ投げられてあげらるという。れるから。だから、お前は触ってるだけでいいうと。ん。だから、投げた後のかっこいいポーズを取りなさいようと。ん。うん。だから、俺はもう自分で投げられるからね。その投げた後のかっこいいポーズは自分で作りなさい。っていうふうにね、よく言われましたね。えだから、基本的にはウルトラマンのこう格闘シーンっていうのは、こっから始まったんですよね。そうですね。うん。クランクインから始まっはい。て、
初めて、それもデイシーンで、そうです。明るい陽光の下で、そうです。銀色のウルトラマンと、こういうちょっと、ね、ね茶色い、こう、なんていうんですか、黒っぽい怪獣が、山のような怪獣が相まみえるっていうのは、すごいやはりカラー画面を意識さえ、本れた、当です。すごいと思いましたね。変電所のセットもあり、ボタ山もありで、そうです。結構起伏に富んだセットを組んでますね。よね。そんな意味ではね、トラマン3回目の撮影ですけどね、ここでやっぱり僕自身はちょっと腹を決めないとうん。怪我をしてしまうか、もしくはね、もっとすごいことになるかもしれないっていうね、なんかこう、寒気を感じましたね。はいはい。何しろ少し前のグリーンモンスで、セットで足を怪我されてそうです。るじゃないですか。それはもうこの時はどうだったんですか？まだやっぱり痛いですよ。すごい足の痛かったです。痛みは、はい。まだう怪我も残っん。てますよね。でも、そんなことね、言ってられないんでね、うん。やりましたけどね。うん。ただやっぱり、先輩の、ぬいぐるみの役者としてのね、え根性はやっぱりすごいなと思いましたうね。ん。本当にあれだけ肉厚な衣装を着て、うん。自分の本当になんていうんですか、体のその隅々まで神経が行き届いているような動きそうです。を見せますからね。そうです。中島さんも。尻尾もそう、ついて、本当首もすごい。こう長くなっていて。いや、本当怖いぐらいすうごかったでん。すよ。その立ち回りの段取りなんですけど、うん。それつけるときは、ビンさんはもうウルトラマンのスーツはこれ最どうなんですか？初はね、つけてないんですね。やっぱりそれは最初はちょっと動きやすいつけてスないんで、タイルで、こうやって、こうやって、こうやって、段う取りん、全部終わって、そえれで僕は、あの、スーツを着るんでー、すけどね。えだからもう、スーツ着て、一回、ちょっとテストで流ー、して、で、本番行こうか、うみたいなね。ん。そんな形ですね。ただセリフを覚えるのと、立ち回りのこの段取りを覚えるのってまた全然この勝手が、そうですね。全然はい、違いますよ違いますね。ね。あれはどうやって覚えていくものなんですか？やっぱ頭の中にこれですか？流れコンテをか、でしょうね、流流れ。れで、セリフと違って、少しぐらい間違っても、うん、そのまま続けていけばいいえわけですからね。そこでやめちゃうのが一番。そう、ダメなんですよ。カットがかかるまでは絶対やってなきゃいけうないっていん、う、これはね、中島先輩がよく言ってました。うん、カット、監督がカットって言って、まだもう少し動いてないとダメだようと。うん、カッん、トですぐパッとやめんじゃなうくてね。ん。そカットってこでいきな言われても、り素に戻ってはい、やめちゃうと、なるほど。ダメだよっうて。ん、そのまま流れでね、カット終わっても、カットの声がかかっても、少しやってないとダメ。特にハイスピード撮影ですからね、ある程度の。言ってましたね。はい。カットがかかってもまだカメラがさっと回ってるって言いますかね。余力で回ってますし。あとやっぱり特撮ものは、ね、壊れがありますからそうね。壊しがあですね。るから、やはりこれは、たとえ段取り間違えていたとしても、続けていかないと、そう、いかない。やり直しがなかなか、だからね、例えば、左手でって言われたのが右手になってもそれはもうしょうがないし、しょうがないわけじゃないですか。ただセリフだとね、右手が左手があったらやっぱりこれカットですよね。うん、だからそういう分にはね、そんなに細かいことまで、言ってはいなかったですけどね。ただやっぱり段取りで一番怖いのはやっぱり火薬が使うタイミングでしょうね。えこれが間違ったらね、自分の体に当たっちゃうような、そうそうですよいうシーンになりますね。からね。はい。それが一番気をつけてましたね。うん、そこは段取りをきちんと、その段取りだけはね、やっぱり神経使いましたね。